じゃあ今日も日本語の勉強していこうか。今日はうね。う。そうだな。うは、うまいとか、嬉しいとか。あ、ごめん。今日ちょっと風邪ひいてて。うまいは、うまいって結構使える言葉かもしんない。うまいってね、何かが優れているときに使える。例えば、野球がうまい。野球がうまい。歌がうまい。あと、ご飯がうまい。食事がさ、美味しいって言うんだけど、ご飯がうまいとも言える。どっちでもいいね。で、あとはね、絵がうまいとかね。上手って書く。漢字だとね。人より優れているとき。うまい。なんか喋り方だと、うまとかね。ご飯食べたときに、うまいって。あと、すごい歌がうまかった人とかがいたら、うまっとかね。そんな感じで使えます。丁寧に言うと、歌が上手ですねとか。この絵はすごく上手だとかね。そんな感じで使っていける。だから何かが優れてるときは全部うまいが使えるね。うまいと上手は同じ意味で言い換えることができるね。すごい素敵な絵があったとして、綺麗な絵だとさ、素敵だなって言えばいいんだけど、なんか面白い絵、わあ、うまい絵だなとか。だから自分がそんなに期待してなかったのに、意外にもすごい素敵だった時、例えば歌声とかが、ジャスティン・ビーバーとかの歌声はうまいとはもうならないね。期待通りの歌声が来るからうまいとならない。もう当たり前のように感じるから、あえてうまいとはならない。すごく感動的な歌だってなるけど、言わないでしょ。ジャスティン・ビーバーに歌うまいですねって言わないじゃん、普通に。もう分かってんだから。だから初見の時だね。初めて見る時にうまいとかよく使うかも。特にご飯は使うね。食事、これうまいって、これうまいなって言えばいいと思う。まあ美味しいでもいいよ。ご飯は美味しい。どっちでもいい。なんとなく分かった？まあ、分かんなかったら聞いてよ。うん。次は嬉しい言ってみよっか。嬉しい。嬉しいはね、例えばさ、人からプレゼントもらったとするでしょ。で、
まあありがとうって言うとして、お礼をするとして、気持ちを伝えたい時とかに、あ、これは私の欲しかったものです、嬉しいですみたいな、例えば気持ちを伝えたい時に、物に対する感想とか、これは私が欲しかったものだと思ったら嬉しい。まあ物もらったら何でも嬉しいけどさ、嬉しいですって言うかも。ありがとうって。大切にするねとか。例えばさ、それがすごく面白いものだったとするでしょ。そう誕生日のプレゼントにさ、まあ、普通にネックレスとか、こうちょっと定番なものを渡すんじゃなくて、なんか欲しかったもの、本当に欲しかったものとかだと、まあ、例えば自分が欲しかった本とかゲームとかさ、そういう時のリアクションはめっちゃ嬉しいとか、そういう感じになってくるね。まあちょっとカジュアルな状況だと、やばいとか。やばいってさ、めっちゃ使える。あくまでカジュアルな状況の時ね。やばい。やばとかね。さっきのうまいの時、うまいとか、嬉しいとか、楽しいとか、まあ怖いとか、まあ、そういう感情を最大限表現したい時に、やばいはめちゃくちゃ使える。あくまでカジュアルな状況の時ね。ビジネスとかで言ってると、ちょっとそれこそやばい人だよ。やばいはかなり浸透した言葉だね。だからめちゃくちゃ美味しいご飯があった時に、やばいとか、やばいって、やばとか、本当にすごい大雨が降ってる時とかも、やばいとか、すごい歌が上手い人とかも、やばいとか、あとちょっとたまに街歩いてると変な人いるでしょ。歩きながら歩きながら歌歌ってる人とか、まあちょっとその変なことをしてる人とかいても、その人見ても、あ、やばとか、やばいなみたいな、あの人やばい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 やばそうとか、そういう感じで使える万能な言葉だねこれ。やばい、めっちゃ使う。どちらかというと若い人が使うやばいっていう。うん、まあ普通に日本語って感じ。日常的な言語って感じ。一日一回ぐらい言うんじゃないかな。例えば見たこともない動画を見たとき、 YouTube 開いていきなりなんかすごい面白い動画が出てきたら、あ、この動画やばいとか、何でも使える便利な言葉。だから嬉しいとか楽しいとか感情を最大限すごいって思ったら、このやばいが出てくる確率はすごく大きい。そんな感じだね。一つ例を言うとすると、例えば目隠ししてヘリコプターに乗りました。で、もう目隠し取っていいですよって言われた時に、外を見たら一目で1,000本ぐらいある
桜がありましたってなったら、多分日本人が最初に言う言葉はやばいだよ。うん。これが一番マックスの形容詞。うん。これかなりカジュアルな表現だけどね。うん。他に言うとしたら、すごいだね。すごい。やばい。こんな感じで使えます。そう。あくまでカジュアルな状況の時。うん。だからすごいとやばいは同じ意味。でも、野球がやばいとか、歌がやばいとかはあんま言わない。うん、そうだな。でも、歌がやばいくらいうまいとは言えるね。ご飯がやばいくらい美味しい。野球がやばいくらいうまい。やばいっていうのは、まあ、すごいみたいな意味で使ってる人が多いんだろうね。まあ、ちゃんとした日本語かって言われると、やばいは、昔の人はちょっと抵抗あるかもしれない。若い人向け。そんな感じかな。うん。まあ自分の感情をさ、表現するときに、まあいろんな言葉があるんだけど、まあ嬉しい、楽しい、であと大好きとか、普通にこういった言葉は使うし、あと可愛いとかね、かっこいい、素敵。で、これにくっつくように、やばいって、やばい可愛い、やばいかっこいい、やばい素敵みたいな。もっともっとカジュアルに言うと、やばかわいいとかね、やばかっこいいとか言う人もいたりする。それぐらい使える。汎用性があるね。なんか、できるだけね、綺麗な言葉を使った方がいいから、まあ、やばいとは言わずに、すごいって普通に言えばいいと思う。すごくかっこいい。すごくかわいい。そんな感じでね、覚えておきましょう。まあ、感情をさ、表現するのってすごく大事だと思うから、気持ちが伝わればいいんだけど、ある程度ね、みんなが使ってる言葉を真似するっていう方がいいと思う。ストレートにね、感動したとか、そうやって言うのも大事だし、これ好きだなとか、直接的にね、言っていくのもありだと思うし、ざっくりすごいとか、ざっくりやばいって言うんじゃなくて、すごい素敵だねとか、具体的にいいと思うっていうことを伝えてあげたらいいんじゃないかなとは思うよ。そう。だからね、言葉にして相手にそれを渡してあげると、もっと相手と仲良くなれるかもしれないし、いい関係を保てるかもしれない。思ったことは言っていった方がいいと思うし、できるだけ相手といい関係を保てるような言葉選びをしていくことも、まあ、重要なんじゃないかなと思います。はい。今日は以上でございます。楽しかった？ここまで聞いてくれてありがとね。じゃあまた明日ね。